もうかれこれ40数年ぐらいなるんじゃないですか。夏場のこんな暑い中でも本当70度80度ある中でも焼けるっていうのは食卓の方に上がった時のお客様の笑顔だけですね。社長といつも2人で言ってる、俺たちの仕事はこれだから。かなりホコリがきます。このホコリがもう全部きます。多分おかしくなります。大きい粒がもう下の種火につく灰と小さい粉と、これを灰だけ後で取って、それをまた利用します。残るのはこの灰だけです。これって何の炭とかあるんですか？カシの木の炭です。備長炭とかいろいろありますけど、はい、香りが全然違うんですよ。ちゃんとこういった感じで。火をつけましょう。これが毎朝の作業なんです。そうですね。灰とこの粒のやつと分けるんです。この粒のやつを使うんです。これがないと火力調整ができないんです。強すぎてもダメだし、弱すぎてもダメだし。で、これが残った灰ですね、すべて。目立つでしょ、この車。可愛らしいですね。配達とかもそうです、されてるんそうです。直売所とか、そういうところにはこれで。
若干少なくて60匹前後うなぎがですね。でサバが、まあ約400枚ぐらいかな。400枚。うん、少ない方ですよ。どっちも。そうなんですか。焼いてるのか焼かれてるのかわかりません。わざと今その風を通るように両方ある。これが焼き始めたら全部閉まりますんで地獄です。今は。まあ確かに焼いてない時はそんな煙が出ないんですけど、焼いてる時は煙がすごいです。ある程度こういうふうにタイルになったら今度さっきのやつをこれで火力を注入します。これ置くことでどういうふうに調整できるんですか？赤いところにこう入れるじゃないですか。はい。火力が適宜弱まるんです。弱かったりすると混ぜてやって火を強くします。有田鶏を使ってるんですよ。これをさせてもらって。これは塩の分です。タレをもう一度同じ量やって。焼き鳥もレアですね。本当うなぎ屋さんですけど、焼き鳥を欲しいっていう方が結構多いです。炭の香りがステーキに乗りますので。地元でどんだけ仕事できるか。でこれをもう一度焼きます。タレがついたらもうなるべく焦げつかないように。
一言言われたことあるんですよ。だから均等に入るように。203。あ、すみません。ありがとうございます。うなぎの肝。炭で焼いて、タレでつけてから提供してます。こっちが鶏のレバーですね。4面を焼いてる感じですね。こっち側を焼いて、で反対側で次立てて、でその次こっちある程度に火を通してしまうんですよ。その後焼き色ですね。これで OK になったらタレをかけて仕上げに入ります。ですよ。まだマシですけどね。朝一より全然あれでしょ、暑くないでしょ。朝一一番暑かったです。めっちゃ比べながらですね。初もと、で、まあ、レバーの方ですね。これがうなぎの肝です。これで丸くなるように刺してるんですよ。あとはもう冷めて入れたらパック詰めしてから店頭にも出しています。
じゃあ行きましょうか。これ素焼きって言って生の状態から1回焼いたものなんですよ。さらにもう1回焼いてタレにつけて、それでお客さんに出す品物として完成です。はい。何回くらいこれはひっくり返すか。もうその時と違いますね。次揚げるやつと揚げないやつが出てくるんですよ。だからもうちょっと焼きたいなってやつはこうやってひっくり返しといて、 OK かなってやつは順に揚げていきます。これが仕上げです。同じグラムのそば入れて、これどこに持っていかれるんですか？これは上の作業場の冷蔵庫配達分を一時保管。どちらから今日は。神奈川県の YouTube を見てすごい骨も柔らかくなるようなご主人の焼き方だったのでちょっと興味があってご旅行です。はい。どうでした嬉野は。でその温泉がすごく滑らかなお湯ですごい良かった。このお店は社長で何代目になるんですか。 3代目です、昭和22年創業、森うなぎ屋のルーツは有明海のムツゴロウってご存知ですか、はい、を焼いたのが炭で、おばあちゃんがムツゴロウとかうなぎを焼いてました。で私の代になって今10年目ですね。炭火焼き専門店になったのも私の代になってからです。で母が焼いてうちの親父がさばく。だから私もさばきじゃなくてもう焼きだけですよね。だから私はうなぎをさばけますかと言ったらさばけないことはないですけど超下手くそですただ焼きに関しては30年焼いてます。うなぎの良し悪し、皮が厚かったり薄かったり、身が筋肉質だったり脂肪が多かったりっていうのを焼き技で同じレベルまで持っていくのが一番難しい作業ですよね。社長もおいくつになるんですか。50、今度で7日で52になります。21ぐらいから焼き始めました。
だからもう31年、夏場のこんな暑い中でも本当70度80度ある中でも焼けるっていうのは食卓の方に上がった時のお客様の笑顔だけですね。仙台は仙台。82。いつお店出られるんですか？遊びに来たことです。いつ頃やりたって昔はめちゃくちゃ働きましたからはい、もう事後の事故と決まります。2人でしよったけんね、今ごとこは従業員乗ってなかったけんね、本当に大変やった。私生まれても育ってもここやっけん、小学校の時からムツゴロウさしよったという大変なことを乗り越えてきました。そば見とったがやっぱり社長たいね、見てきてるけんが頑張ってもらってます。じゃあ行ってきます。ごめんね。こんな感じです。はい。ちょっとびっくりしたでしょ。それはそれで絵になるんでしょうけどね。わかります？元気いいでしょ。気温が高いときは元気です。元の大きさなんですよ、これ。え、これがこっちになったんですか？そうです。僕が2年半やからさばき始めて、大体そのぐらいですね。忘れちゃいました。こんな感じです。これで一匹完成ですか？はい。早い。です。どうもどうもうなぎさばき歴は2年半ですね。もともと魚はさばいたりしよったからですね。結構特殊じゃないですか。全然勝手が違いましたね。まず生きてるしですね。やっぱ慣れなんでしょうね。結局その辺は。だから難しいとか言わはるんですけど、まあ、やってみたら意外とって感じだと思うんですよ、俺は。
いいうなぎはどういうところを見て？油多いなとかは感じますけど、それ以外は焼いてみてからですね。焼いた後の蜜が明らかに硬かったりするんですよ。じゃあもう焼いてみないと実際もうわからないですね。まあ養殖やからそんな極端にいい悪いはですねないんですけど、もうその辺はギャンブルみたいなものです。今日は多分60匹ぐらいおるはずですよ。一番多い時に何匹ぐらいされるんですか？80キロが一番多かったですよ。300ちょい出たっすね。職場が嬉しそうです。今日サバです。いつもサバを？サバは結構買います。うなぎも買いますけど、はい、ここのうなぎはどうですか？美味しいですよ。炭火なので香りが違うというか、はい、柔らかい、ふっくらしてる。はい。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。今日は何を買われたんですか？あ、うなぎです。厚みがあってふわふわっていうのが好きでここに来てますし、まあ地元嬉野なんで昔から来てます。ああ、もうかれこれ40数年ぐらいになるんじゃないですか。有名になる前から適当な大きさに切って軽く温めたやつにご飯の上に乗っけてタレを少しかけて食べます。はい、どうも。はい。ここ閉めますね。はい。はい。よし。とりあえずですね、身の部分を先に。返す前にちょっと尻尾をこうやってめくって早く焼き色がついたものから順に返していくって感じです。こんにちは、はい、どうももうちょい焼きたいな。そういう判断基準で美味しそうなとこでタレにあげる。もう次にあげる感じですね、この子たちは。よし、これがすき焼きですね。あとサイズ測っていって仕上げ
する時するって感じです。はい、休憩してください。はい。毎日どれぐらい作業の時って飲まれるんですか、お水とか。もうあれだけですね。1尾うなぎをお願いします。はーい。藤岡です。ありがとうございます。